今回は、一発でプレミアム殿堂入りを果たしたぶっ壊れカードをまとめてみました。公式曰く、デッキに1枚でも強すぎる特別な切り札。最強の称号ということで、要は禁止カードのことです。末までは多くの場合、1枚制限となる殿堂入りを経由してから、禁止となるプレミアム殿堂入りが一般的なルートになりますが、中には強すぎるあまり一発でプレ殿入りを果たす凶悪カードもあるのです。今回はそんなカードたちをまとめてみました。ちなみにこの動画ではプレミアム殿堂コンビは触れません。あくまで単体での話をしていきます。あと意外かもしれませんが、プレ殿の代名詞とも言えるボルバルザーク。彼は一発プレ殿ではなく、殿堂入りを経由しているので今回は登場しませんよ。それじゃあ、早速参りましょう。ボルネテウスサファイアドラゴン。有名なボルフォアの転生した姿として登場。10マナになった代わりにスピードアタッカーとトリプルブレイカー。地味に嬉しいパワーアタッカーを得た姿。登場直後はコストの重さが懸念されていましたが、そんなものは杞憂でした。ボルバルマスターズとして環境を荒らし、いや崩壊させたボルバルザークがプレミアム殿堂。ようやくあの頃のジュエマが帰ってくるかと思いきや、サファイアはその後継者として環境を荒らすことになります。これをジュエマ市におけるサファイア地獄として、その名を歴史に刻みました。登場時は母なる大地や転生プログラムなどの踏み倒し呪文が4枚フル投入できる環境。さらに豊富なマナブーストでサポートする、キバサファイアというデッキが上位を独占する始末。その後、最強カード、インフェルノゲートの登場により、最速4ターンでサファイアを着地させる最強デッキ、ナスサファイアが誕生。お察しの通りすでに環境はサファイア一色となっています。その後は、ナスサファイアに有利が取れる除去サファイアなど、サファイアを中心とした環境が続き、かつてのボルバルマスターズを彷彿とさせる環境になりました。結果、登場から338日後となる2007年1月15日に、当時のデュエマ史上初の一発プレミアム殿堂入りを果たしました。登場から1年も満たないプレ殿入り、さらに初の一発プレ殿という偉業を成し遂げたサファイア。現在はカードパワーの上昇に伴い、4枚投入が可能となっています。フューチャースラッシュ。全方位カードファイルボリューム5の付録として登場した、ヘルスラッシュの調整版。相手の山札を見て、その中から2枚まで選び墓地に送る効果。ヘルスラッシュが殿堂入りしたため、その穴を埋める形で採用され、デッキ破壊デッキを支えていました。ただ正直言って先のサファイアほどインパクトを感じない方がほとんどでしょう。一発プレ殿するほどなのかと。そう、こいつが一発でプレ殿入りした理由は、強さというより、効果そのものの問題点が原因でした。それは相手の山札を見るということ。相手の山札を見る行為とは、カードの扱いなどからトラブルの元になることが多く、フューチャースラッシュはその部分をまんま引き継いでいるため、調整版としての意味をなさなかったカードです。相手の山札を触る系のカードが全面規制を食らったため、それに伴いこいつもプレ殿入りしたと言われています。プロモカード初のプレ殿入りがこのカードでした。アクアパトロール。効果はご覧の通りで、面白い能力ではあるものの、実戦レベルではなく、登場時はベリーレアの中で最低と言えるものでした。しかし後に登場したこのカード、ラストアバタールと組み合わせた、ラストパトロールと呼ばれるコンボが誕生。ラストアバタールのシールドを増やさせない能力が、アクアパトロールの入れ替えに反応。要はラストアバタールがいる状態でこいつを出すだけで、相手のシールドが全て焼却されるという、回避不能の極悪コンボなのです。このゲーム性を破壊するほど凶悪なコンボは、ラストアバタール登場から約1ヶ月半後に、アクアパトロールの緊急プレデンにより規制されました。当時はこの規制について、どちらも単体ではそこまでのため、プレミアム殿堂コンビが適正だという意見と、ラストアバタールは互いのプレイヤーに影響を与えるため、こちらのラストアバタールを利用されて、シールド全滅される危険性があるため、この規制を解除するべきではないという具合で、当時意見が割れていましたね。どちらにせよ、全く見向きもされなかったカードが、突如ゲーム性をぶち壊すコンボの重要パーツになるとは、ある意味デュエマの面白さでもありますよね。超次元バイスホール。当時最強クラスの闇超次元カード。相手の手札を見て1枚選び捨てさせ、さらに出せるサイキッククリーチャーは幅が広く、時空の支配者ディアボロスゼータと最も相性のいいカードとして、環境を荒らしまくりました。結果、この2枚はプレミアム殿堂超次元コンビとして規制されました。し
かしその後、なぜかバイスホールの一発プレデンが発表。とうとう単体でプレデン入りを果たしたわけですが、先も言った通りこの規制はなぜとなっていました。確かに相手の手札を見れる手札破壊と、異様に広い範囲から状況に応じてサイキックを出せるという組み合わせは、普通に強かったのです。ただ普通に強いとはいえ、大して目立っていたわけではないので、単体の一発プレデンに驚く DMP は多かった印象でした。おそらく後に登場した、時空の悪魔竜ディアボロスダブルゼータのリリースが控えており、いちいちまたプレデンコンビにするのはあまり望ましくないとして、根源となるバイスホールが犠牲になったものと推測されていますね。要はこいつも先のフューチャースラッシュ同様、カードの強さだけではなく、諸々の事情によりプレデン入りでした。天来王騎序盤20世。ターン終了時に墓地の1マナ呪文を任意の枚数回収できる効果を持ち、発売当初からドリルスコールと組み合わせた。序盤にスコールが誕生。しかし当時は安定性の低さからネタデッキレベルだったのですが、序盤に登場から6年後、たくさんのパーツを手に入れ、水面下で強化され続けてきた序盤にスコールが、突如大型大会で上位入賞を果たし、安定性を大きく向上させたガチデッキたり得る存在であることが判明。このデッキのクソなところは、最速2ターン目でロックが決まり、その後は相手のデッキが切れるまで、一生同じ行動を繰り返す歴代屈指のクソデッキでした。試合時間は長く、永遠と同じ行動を繰り返すそのデュエルは狂気のそれ。さらに序盤にスコールのパーツのほとんどが絶版であり、デュエマの売り上げに全く貢献しません。対戦相手はデュエマやめるレベルの供養を強いられ、金も生み出さない序盤にスコール。デュエマ界隈にマイナスしか生み出さないこのデッキは、序盤にの一発プレゼンという形で地獄へ落ちました。ベイビージャック。バトルゾーンにある自分のクリーチャーを、マナと同じ扱いにできるこのカード。まるでコラカードのようなこの効果は、お察しの通りあまりにも強力すぎたため、ベイビージャックを絡めたループデッキが環境を破壊。中には最速2ターン目でエクストラウィンをするデッキタイプも登場。当時の公式はベイビージャックではなく、他のループパーツを規制し続けていましたが、その度に形を変えてしぶとく環境に残り続けた結果、ユーザーのヘイトは爆発。意味語という最悪のあだ名まで付けられたベイビージャックは、ついにデッキの核であるベイビージャックに一発禁止措置が取られました。ちなみにこいつの一発プレデンにより、各文明において一発プレデンしたカードが出揃ったことになります。何もめでたいことではありませんね。緊急プレミアム殿堂。デュエマ史上最速、いや TCG 業界最速となる、発売の1週間前にプレデン入り指定されたカード。ただ正直プレデン入りすることがコンセプトのネタカードのため、これまでのカードとは少し様相が異なります。まあ、覚えておいて損はないカードです。マリゴルドサード。このカードは GR クリーチャーという、引退勢の方は聞き慣れないカードだと思います。簡単に言うと GR ゾーンという、超次元ゾーンみたいなところに裏側で12枚まで置いてあり、何かのカードの効果で上からタダで召喚されるというものです。超次元ゾーンとは異なり上から出てくるのでランダム性が強く、GR 初期はおまけとして出てくるクリーチャーみたいな立ち位置だったため、バニラカードが多かったんですよね。最初はね。で、満を持して登場したこいつの能力は別格でした。出た時マナが6枚以上であり、1枚でも自然があれば発動。マナから5マナ以下のクリーチャーを出すというものでした。文明指定がない踏み倒し持ちとその手軽さから、全員がこのカードは絶対ダメだと評していました。そしてそれは現実となり、ロックやループなど多くのガチデッキに投入。さらにミッサイルとマリゴルドを組み合わせたソリティアデッキ。ミッサイルマスターズと揶揄されるほどの GR 環境を生み出した元凶となります。その後もその汎用性の高さから環境を崩壊させ、2020年7月1日付で一発プレデンに指定。登場からプレデン入りまで284日と、先のジョークカードを除けば歴代最速のプレデンとなりました。予備指定錦。こいつも先のマリゴルド同様、GR クリーチャーなわけですが、こいつは自壊することで墓地から8マナ以下のクリーチャーをタダで出すことができます。ちなみに GR クリーチャーはバトルゾーンを離れるとき、GR ゾーンの一番下に変えるルールとなります。つまり自壊して GR ゾーンに戻り、また出てきて自壊してとほぼ無限に使い回せるこのセルフループは、誰がどう考えてもヤバかったのです。そしてこのカードはその期待通り相当ヤバいカードであり、ミッサイルマスターズとまで言われたミッサイルや、後に暴れたドッカンデイヤーすらも必要としない、
読み印というデッキが誕生。大型大会入賞を果たし、このカードのイカれ具合を己の力で証明してくれました。結果、マリゴルドと同じ日にプレデン入り。マリゴルドより後に登場した読み字は、最速の194日という最速記録保持者。殿堂入り最速だった防御警報の268日ですら、74日も上回るこの記録が、読み字のヤバさを物語っていますね。ヘブンズ・フォース、2マナのシールドトリガー呪文。手札から4マナ以下になるように、進化ではないクリーチャーを好きな数タダで出す呪文。今でこそ満場一致でプレデンへぶち込まれたカードではありますが、実は登場直後は鬼カマスなど踏み倒しメタが普及した影響で、それほど目立たないカードでした。しかし文明を問わない汎用性の高い踏み倒し性能から、ポテンシャルは本物であり、結局赤白ゴゴゴや赤白レッドゾーンで大暴れ。挙句の果てに、ヘブホ響きバトライハムカツゲンムアヘガオダブルピースをぶちかまし、相手は2ターン目フェアリーライフを唱えることすら叶わず敗北するという、地獄みたいなデッキが爆誕。こんなものを公式が許すはずがなく、2020年12月18日に一生帰ってこれないプレデン入りを果たしました。正直遅すぎたぐらいです。本当に。レアリティレジスタンス。お互いのバトマナにあるベリーレアとスーパーレアのカードを、すべて持ち主の手札に戻す能力。初めてレアリティを参照するこのカードは、登場時の評価はまちまちでした。ちなみにレアリティがないカードには効果がありません。しかしレアリティがないカードも再録されたらレアリティがつくケースがあり、プレイヤーがこのカードの存在を考慮して、気軽にレアリティがついた再録版を使用できない問題がありました。この点が、シングルカード販売への悪影響、及びこの先の新商品に対する魅力の低下につながる懸念がされたためか、2021年7月1日に一発プレデン入り、決して弱くはないカードですが、おそらく効果のせいだけではなく、フューチャースラッシュのような対戦環境の外側での悪影響が原因で、プレデン入りしたカードとなります。以上、一発でプレミアム殿堂入りを果たしたぶっ壊れカードをまとめてみました。いかがだったでしょうか？皆様それぞれに思い出があるカードが登場したと思います。私の場合は序盤にスコールで友達を嫌いになりかけたことを思い出しました。皆様の思い出はコメント欄から教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。